皆さんこんにちは。今回の動画のテーマに関しては、トピックスの構成銘柄について、日本の株式市場を代表する指数の一つですけれども、このトピックスの構成ルールについて大きな変更が発表されました。このルール変更が一部の中古型銘柄に需要を喚起するという話題なんですが、ご覧いただいている市場区分の変更、2022年、2年前に行われた市場再編ですね。以前の市場区分においてはトピックスを構成する銘柄というのは東証一部。ここに入ってさえいればどの銘柄もトピックスの指数構成銘柄として採用されます。それは同時にトピックスを対象として運用している機関投資家 ETF や GPF といった年金運用、こういったところから自動的に買いの需要が集まるということです。これが市場の再編に伴ってプライム、スタンダード、グロースと変わった現状において、トピックスを構成する銘柄というのはプライム上場の銘柄だけなのかと言いますと、現状としては違います。一部のスタンダード上場銘柄の中で時価総額の大きいものは引き続きトピックスの構成銘柄として組み入れられています。つまり市場区分とトピックスの構成銘柄の関係性が対ではなくなったということですね。そしてトピックスの問題意識として構成銘柄数が多すぎる。アメリカの S&P500 のような指数として適正な形にどんどん構成銘柄数を減らしていきたいと。そして今その過程の中で随時銘柄数減らしていっているわけですが、第2弾として新たな構成ルールの変更案が発表されました。これによって一部恩恵を受けそうな中古型銘柄をご紹介したいという話題になっています。今ご紹介した市場再編とトピックスの構成銘柄の変更過程。具体的に時系列でご紹介しますと、もともと東証一部上場の銘柄すべてがトピックスとして構成されていた。その段階で2100銘柄存在しましたけれども、あまりにこの数が多すぎるということで市場再編と同時にトピックスもルールを変更して銘柄数を削っていこうという話になっているわけです。まず市場再編が行われた2年前、東証一部の多くの銘柄はプライム市場に上場することになりましたが、一部の銘柄でプライムの基準に到達するには余計なコストがかかる。あえて選択的にスタンダード市場を選ぶ銘柄もありました。ただこの再編の段階ではトピックスの構成銘柄に変更はなく、指数としての継続性を担保する形でそのまま2100銘柄移行しています。ですのでこのタイミングでもプライムとトピックスの対の関係というのは存在していないわけですね。そして当チャンネル過去にもご紹介してきましたが、第1弾の新たなルールとして流動性や時価総額100億円以上あるもの、そういった新設されたトピックスのルールに該当しない銘柄は随時四半期に輪切りで指数構成から除外していきますよということで、このルールにのっとって2025年1月には約1700銘柄と400銘柄がルールから逸脱してトピックスから抜ける、除外されるという予定になっています。そして先日発表された第2弾のルールですね。これが実行されるのはまだ先の話ではありますが、2026年10月以降からですね、さらにトピックス構成ルールの時価総額、基準を厳格化して構成銘柄数を減らすという作業を行うわけですが、この段階を踏まえると、現時点での試算では約1200銘柄まで落とせる。さらに500銘柄トピックスの構成から除外されるということなので、当初の2100銘柄と比べるとだいぶスッキリした形ですね。6割程度まで落としています。ただ第2弾に関しては削るだけではなくてですね、新たにスタンダードやグロース市場に上場しているような銘柄の中でも、第2弾のルール、流動性や時価総額を満たしているような大きめの銘柄に関しては、トピックスに追加すると、この新たな採用の可能性がある中古型銘柄というのが約50銘柄ほど、現時点で試算される需要が喚起されそうだというわけですね。第2弾のルール変更、具体的なスケジュール感としてはこちら。具体的なルールの公表については24年9月末頃と、あと3ヶ月程度ですね。そこから周知期間に入って実際にトピックスの構成銘柄入れ替えを行う初回となるのが26年の10月。そこから四半期に約8回ですね、2年間をかけて1200銘柄まで落としていくという形になります。その四半期の8回というのは 12.5% ずつですね、落としていくという形。それ以降は新たなルールにのっとって1年1回リバランスを行うという変更が予定されています。また具体的な第2弾のルールですけれども、対象の市場については、現行プライム市場と書いていますが、先ほど申し上げたように再編時に
構成されていた銘柄でスタンダードグロースを選択した銘柄はまだトピックスに含まれるという形ですね。それが正式にプライム、スタンダード、グロース、いずれの市場に上場していても選択される可能性があるということです。またルールの変更について流動性であったり時価総額のお話をしていますけれども、それに該当するのがこちらの部分。新規で追加されようと思うと追加基準となっている年間売買代金回転率 0.2 以上、そして不動株時価総額の累積比率 96% 以内と、これは各銘柄不動株の時価総額を上位から並べたときに全市場の 96% をカバーする、つまり下位の 4% に位置する銘柄は小型すぎて採用されないというルールですが、この上位 96% 以内に当たる時価総額のラインというのがだいたい不動株時価総額で250から300億円で、足元の株価だと現状計算されるボーダーラインです。ですので、この2つの新たなルールを用いて、今後トピックスに新規採用されて機関投資家から需要が喚起されそうな中古型銘柄探していきたいと思います。そうするとですね、今ご紹介したルールを単純に当てはめてトピックスに採用されていない銘柄ですけれども、今回のルールに該当するような銘柄、中古型中心に探していけば、ご覧のような銘柄がリストアップされるわけです。データの項目数少し多いですけれども、左から順番に銘柄、そして資産時点6月25日の株価、そして発行済み株数をかけることで時価総額を計算していますけれども、こちらの時価総額を用いるのではなく、不動株の時価総額を用いなければいけませんので、東証が規定している各銘柄の不動株比率、FFW という項目をかけることによって、不動株の時価総額、流通時価総額が計算されます。この列、黄色の棒グラフになっているところがまず一つ目の250から300億円がボーダーの基準となる項目です。そして年間の回転率、具体的な計算方法に関しては、本来であれば1年間各月末12回ありますけれども、そのすべての時点において株価と出来高をかけて、さらにその月の営業日日数をかけることで、月次あたりの取引売買金額を求めて、それを年間合計することで、足元の時価総額を割り算して求めるのが正規の計算方法ですが、要するにどういう項目なのか概念を表現しますと、その銘柄の取引がどれくらい活発で、発行されている株数が1年間で何回株主が入れ替わったか、そういったデータになってきますので、今回は簡易的に年間の出来高を発行済み株数で割り算しています。ですので、ここの数字が大きければ大きいほど活発な取引が行われている出来高が大きい銘柄となってきます。これが新たな2つ目のルールの項目。年間 0.2 回転以上している銘柄ですね。これが新規で採用されてくるものとなります。そしてもし本当にトピックスに採用された場合に、トピックスを指数の対象として運用している機関投資家からの需要株数を推計した項目。現状トピックス対象としている ETF が約50兆円、GPF で約40兆円、その他年金運用など10兆円、だいたいトータルで100兆円をトピックス対象とする運用資産の全体総額とすると、各銘柄採用された時にはこれぐらいの株数が必要になるなという項目ですね。これを1日あたりの平均の出来高で割り算すると、需要株数が何日分のインパクトを与えるという数字、日数を表した項目になってきます。そして一番右側の株価反応というのは、今回の第2弾のルールが発表された6月20日の騰落率ですね。一部して株はマイナスの株価反応ですけれども、総じてですね、ルール変更が先の話とはいえ、採用される可能性の高い銘柄ほど需要喚起のポジティブな影響、インパクトを加味して、先回りして買いの動きが見られているという形です。リストアップの基準としては、流通している時価総額が250億円以上、年間の回転率が 0.2 以上の銘柄、そして流通時価総額の大きいものから順番に並べているものですけれども、ちょうど50銘柄ほどピックアップされたという形です。ルール上はいずれの銘柄にも採用の可能性はあるわけですが、ご覧のリストの中でも注目になってくるものを特徴別にピックアップして後半ご紹介したいと思います。先に今ご覧いただいたリストから漏れた銘柄、その理由というのが年間の回転率が 0.2 下回る、もしくは簡易的な計算のため 0.2 キワキワの銘柄、この5銘柄、流通時価総額のルールに関してはすでに満たしていますので、可能性としてはあるんですけれども、取引の流動性というのが理由で漏れていますので、もう少し
実際の銘柄選定のタイミングまで売買が活発になってくるようなことがあると、採用の可能性がぐっと高まってくるような銘柄たちですね。現状足元の計算では年間回転率の基準を満たさなそうですが、今後活況になってくるという見通しを踏まえて先回りして買っておけば、出来高の平均に対する日数のインパクトとしては当然ですね、他の銘柄よりも流動性が低い銘柄になってきますので、機関投資家の需要によるインパクトというのはかなり大きなものになってきます。ですので可能性としては先ほどのリストの銘柄より一段落ちますが、万が一選ばれた時のインパクトとしては大きそうだということで、期待値としては面白そうな5銘柄になってきます。ただ現状可能性が低い銘柄というのはご留意いただければと思います。それでは先ほどのたくさんのリストの中から特徴的な銘柄、まずは年間回転率の高い銘柄ですね。これはマーケットの中で活況な銘柄ということなので、リストに上がっている銘柄ご覧いただいても、指定株となっている銘柄であったり、よく騰落率のランキング上位に入ってくるようなボラティリティ変動率の高い傾向がある銘柄がほとんどかと思います。そういう意味では優に年間回転率のルールはクリアしていますし、その中で流通時価総額の大きいものですので、今の株価から大きく既存しなければ、後々2年後3年後、機関投資家から大きな買い支えが入るということなので、下がったタイミングでは買いやすいと。例えば AI 関連のパーク社テクノロジー、あるいは空売り規制がかかるほどの需給が逼迫している取引活況なカバー3倍を QPS 研究所、さらに先週動画でご紹介した伊勢化学工業、株価4万円から2万円を割り込むところまで行きましたが、すでに3万円まで回復するという激しい取引がされていますが、これもトピックス採用の候補に入ってきます。そしてトピックスに採用されて機関投資家の需要が入るときに株券を集めにくい銘柄、出来高で見ても当然こちらのリストの銘柄はかなり活発な取引がされているものばかりですので、この場合は出来高で見るのではなく、絶対的な株数の少なさというのを参考にした方が相対的なインパクトの大きさ、期待値の高さというのが想定されます。また発行済み株数の少なさに加えて、不動株自体が少ない銘柄、こちら FFW という東証が規定している不動株比率ですね。この数字が小さい銘柄に関しても、なかなか株券を集めにくい銘柄となってきます。このリストの中でも上位3銘柄、住信 SBI ネット銀行、フェローテックホールディングス、GNI グループ。こちらは中古型銘柄とはいえ、相対的には大きな規模、流通時価総額でも1000億円を超えていますので、かなり採用の可能性は高い銘柄かと思われます。流動性も十分ですので、こういったところを堅実に拾っていくというのも戦略の一つかと思われます。それでは今度はこちらの銘柄リスト、特徴として挙げているのは、出来高対比での日数インパクト。これが大きいもの、流動性が需要株数に対してあまり大きくないもの、普段当チャンネルで指数イベントの入れ替え対象銘柄、インパクトの大きさを測るときに見ている数字ですね。これをリストアップすると、おそらく確実に採用される日本マクドナルドホールディングス、流通時価総額ダントツの5500億円となっています。流動性が薄いために出来高日数換算が大きくなるわけですけれども、それでも年間の回転率は 0.2 を優に超える、十分にルールはクリアするような銘柄たちをリストアップしています。2年後3年後採用された時にだんだんと株数が集められなくなっていく銘柄。とはいえ足元の相場環境を考えた時には内需の銘柄あるいは円高にもし転換した時の銘柄、逆に利下げの影響を受けて活況になってくるような銘柄、シクリカルな方向ですね。こういったところが結構バランスよくリストアップされていますので、今回のテーマの時間軸と足元の相場環境を鑑みながら、ご自身でピックアップした有望な銘柄の中でも何回かウェイト調整をしていくといった戦略がいいかもしれません。さらにこの中でも株券自体の発行が少ないような銘柄というのは、よりインパクトが大きく出そうだとご参考にしていただければと思います。あとは乃木坂のファンの方はちょうど中ほど6670の MCJ なんかも応援してみると思い入れが出てくるかもしれません。ということでいくつかの特徴で銘柄リストアップしましたけれども、基本的にはですね、最初にご紹介した50銘柄のリストというのが全て候補に入ってくるわけですので、その中からご自身の投資戦略、好みに合った銘柄を選んでいただければと思うんですけれども、これによってトピックスはどのように変わっていくのか、東証が発表しているものですと、指数の継続性として維持しなければいけない項目、あるいは従来2100銘柄という膨大な構成銘柄数で
指数の意義を問われていた。ある意味指数としてはだらしない形になっていたもの。そういったところを活況な銘柄を中心に1日あたりの売買代金の中央値であったり、銘柄数が劇的に改善すると、中長期的なトピックスの変更テーマですので、このあたりは長い目で頭の片隅に置いていただければと思います。さて、今回の動画も締めに入ったなと閉じようとされている方、もう少しお待ちください。最後にまだご紹介したい銘柄があります。今回ご紹介したトピックスの再編テーマについて、新たなルールを用いて、現状足元で計算したときには、先ほどのリストがピックアップされますけれども、皆さんもご存知の通り中古型の銘柄というのは、ここ1年間ですね、かなり軟調な推移が続いています。一番上の白の実線がトピックス、真ん中のオレンジがスタンダード市場、一番下の黄色がグロースマーケットとなっていますが、ちょうど真ん中1年前ですね、2023年の6月末あたりからトピックス中心とする大型株の指数はかなり上昇しているのに対して、グロースのマーケットというのはかなり劣後している。この環境が続いています。ただアメリカの利上げが一服して、今後利下げに転じた時には、日本の方の利上げというのはそこまで高い水準までできない。逆にしてしまうと日本経済が持たないと思われますので、アメリカが利下げに転じてくる、そういったマクロ環境の変化も相まって、少しずつ中古型銘柄にも注目が集まってくる。そんな環境になってくれば、ファンダメンタル的に業績拡大が期待できるような小型銘柄。その中で急成長を見せると株価も急上昇、2倍、3倍となってくる可能性もあるわけです。もしそうなると、今足元の状況では時価総額足りていないけれども、今後の業績拡大、成長性次第では、実際に新規採用銘柄確定する基準のタイミングでは、株価が上昇して採用されるかもしれない。そういった銘柄というのは、今から業績、ファンダメンタルの面で期待して投資しておけば、2年後実際にボーダーを超えてくるような時価総額になっていれば、さらに付加的な上昇が期待できるということで、流通時価総額250億円を下回るような銘柄の中から、年間回転率の基準を満たしている銘柄をピックアップしますと、ご覧の銘柄たち、その中でも業績拡大、ファンダメンタルの好調なもの、足元で黒字が計上できている銘柄ですと、エリアリンクやセルシス、弁護士 .com といったところ、あるいは直近赤字ですが、もうすぐ黒字転換しそうな銘柄ですと、ベースなど、このあたり中古型銘柄の業績拡大期待、ファンダメンタルが好調な銘柄というのを探す話に関しては、先週新たな指揮法が発売されましたので、当チャンネルの企画の一つである指揮法データ分析、次回以降ご紹介していきたいと思います。そこでリストアップされるような有望な銘柄も今後動画で見ていきたいとご関心お持ちいただけた方は高評価、チャンネル登録していただいてお待ちいただけると幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。